備はいいですか？皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。プラモデル系 VTuber のじゅんさんです。車のプラモデルラリーカーシリーズということで、イタレリ24分の1フィアット131アバルトラリーを制作しています。今回は第2回になります。今回はエンジンの塗装から組み立てまでを行います。見どころはディストリビューターの加工とプラグコードの追加です。エンジン付きキットの作るときはだいたいプラグコードを追加していますが、このキットのエンジンはパーツ数が少なくて組み立ても簡単でした。ハイディティールを期待されている方には少し物足りないのかもしれないですが、私はこのくらいでも十分楽しめるいいキットだと思いました。私の動画は少しずつ制作しながら進んでいくスタイルなので、チャンネル登録がお済みでない方、ぜひ登録をしてゆっくりのんびりお付き合いいただければ幸いです。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。本編をどうぞ。はい、それでは各パーツのバリやパーティングラインを確認していきます。大きなバリはないですが、処理は必要です。ということで、サクッと処理をしていきたいと思います。エンジンのパーツ数は少ないので、比較的楽な方だと思いました。シリンダーブロックは2つに分割されています。塗装前に接着することにします。接着後に段差ができそうなので、接着剤を多めにつけることにしました。はい、このように多少段差が発生してしまいます。乾燥してから段差部分をトリミングしました。この時に残っているバリやラインも処理をしていきました。ミッションケースも入念に処理をしておきます。はい、こんな感じですね。シャシーを乗せたらほぼ見えなくなるんですが、このぐらいで OK かなと思います。はい、下処理が終わったので、組み立て準備に入ろうと思います。今回もディストリビューターにプラグコードを追加しようと思います。ディストリビューターの位置などを事前確認しておきます。エンジンブロックとヘッドが別パーツになっています。で、こんな感じで重ねて、この穴にディストリビューターを取り付けていきます。はい、こんな感じですね。で、このディストリビューターとエンジンヘッドの間にコードを差し込んでいくと。こんな感じで線を差し込んでいきます。全部で4本ですね。はい、いつものツールたちです。はい、これは中空チューブですね。短く切ってプラグキャップにしようと思います。はい、このようにエンジンヘッドにある突起に差し込んでいきます。で、そこにプラグコードを差し込んでキャップを表現しようと思います。ディストリビューターには直接コードを差し込もうと思ってます。差し色にするために赤色のコードを使います。ディストリビューターにコードを取り付けるためには穴が必要です。コードが 0.65mm なので 0.7mm のドリルを使います。穴開けの位置を迷わないように事前にスクライバーで印をつけておきました。こんな感じですね。部品がすごい小さいので穴開けの位置がずれちゃうと部品を壊してしまう恐れがあるので、この辺は慎重に作業を行いました。はい、こんな感じで穴を掘りました。差し込みのテストをちょっとやってみました。いい感じですね。 OK だと思います。ということで残り3つも穴開けをしました。はい、こんな感じで細かいですが穴開けが完了しました。で、ついでにプラグキャップも作っちゃおうと思います。はい、こんな感じでヘッドに差し込んで、ここにコードを差し込んでいきます。ちょっとキャップが長いような気もしますが、ヘッドの上にコードを出すにはちょうどいいのかもしれないです。はい、これで準備 OK です。取り付けは塗装後に行います。はい、塗装する前に配色を確認しようと思います。
エンジンブロックは指定色通り小鉄色にします。エンジンヘッドはシルバーにしてメリハリをつけようと思っています。オイルパンもシルバーにしようかなと思っています。キャブレターとエキゾーストマニホールドもシルバーです。ディストリビューターはエンジンとの接合部分を白色にして、プラグコード接続部分はゴムっぽさを出すために艶消し黒にしようと思っています。他のパーツもだいたい配色が決まりましたので、これで作業に入っていきます。はい、こんな感じで持ち手をつけていってますね。はい、これで準備完了です。それではレッツ塗装です。はい、各パーツ下地にツヤ黒を塗装しておきました。その後エンジンブロックは小鉄色で、その他のパーツはシルバーで塗装をしていきました。こんな感じで今回は塗装シーンはちょっと短めなんですが、使用した塗料をご紹介したいと思います。エンジンブロックはミスターカラーの C61 小鉄色、シルバー部分はミスターカラー SM201 スーパーファインシルバー、ディストリビューターはミスターカラー C316 ホワイト。こんな感じで、大まかな塗装は全て完了しました。はい、それではタイミングベルトのパーツを塗装していきたいと思います。これギアとベルトが一体化されたパーツなので、それぞれ筆で塗り分けをしていきたいと思います。ギアの部分はフラットアルミで塗装をします。使用しているのはタミヤエナメルです。土台の部分はエンジンと同じ小鉄色に塗装してあります。はい、こんな感じで、まあいい感じですかね。ベルト部分は艶消し黒で塗装をしていきます。ここもタミヤエナメルを使用します。基本的に直線かつ平面なので塗装はそれほど難しくはなかったです。塗り忘れがないように入念に塗装をしました。特にギアとの境目と小鉄色との境目は丁寧に塗装をしました。はい、こんな感じです。どうでしょうか。いい感じかなと思っています。はい、ディストリビューターはこの上の部分を艶消し黒で塗装をします。ここもタミヤエナメルの艶消し黒を使います。プラスチックかゴムのような素材をイメージしています。はい、付け根の方までしっかりと塗装をしました。こんな感じです。いいんじゃないでしょうか。プラグコードの準備に進みます。はい、それではプラグキャップ部分を作っていきます。これ今切っているのは中空のチューブです。12分の1バイク模型を作った時のジャンクパーツなんです。こんな感じで細かく切り出しました。これをエンジンヘッドのプラグ部分にかぶせていきます。精密性は低いですが、プラグキャップの雰囲気は出せてると思います。こんな感じです。ちょっと長すぎるようにも見えますが OK です。次はプラグコードです。少し長めに切り出して後で整える戦法です。2.5 センチぐらいで切り出しました。このコードはアドラーズネストの 0.65 ミリリード線です。24分の1スケールで使用しても違和感はないと思います。仮組みしてみます。ドリルの径を 0.7 ミリにしたので、無理なく差し込めてます。はい、こんな感じで、いい感じなんじゃないでしょうか。攻撃開始、突撃せよ。パーツの準備がすべて整いましたので、組み立てていきます。エンジンブロックにオイルパンを取り付けます。オイルパンには接着剤をつける部分がありますので、割と簡単に取り付けることができました。エキゾーストマニホールドも取り付けます。エンジンブロック側の穴に差し込んでいきます。穴の位置にズレがなくて、ここも簡単でした。はい、エンジンヘッドを取り付けます。エンジンブロック側に大きな穴がありまして、ここに差し込んでいきます。こんな感じですね。
続いてタイミングベルトパーツを取り付けます。タイミングベルトパーツ側に突起があります。でエンジンブロック側に穴がありますので、ここに差し込んでいきます。これも取り付け位置がすごく分かりやすくて簡単でした。はい、こんな感じで少しずつエンジンになってきてますね。次、これはオルタネータっていうんでしょうか。これも取り付けます。でエンジンブロックの側面の溝にキャブレターを取り付けていきます。こんな感じです。ここまで来るとエンジンですよね。さあ今回のメインディッシュディストリビューターを取り付けていきます。エンジンブロック側の穴にこの部分を差し込んで取り付けます。ちょっと穴の方が大きいのでしっかり接着しないと外れてしまうという感じでした。こんな感じです。あとはこのプラグコードをエンジンヘッドに差し込んでいくんですが、コードの長さを整えながらプラグキャップに差し込んでいこうと思います。位置を確認して余分なコードをカットします。プラグキャップのチューブにまっすぐ差し込みます。あとはエンジンヘッドに沿うようにコードを曲げていきます。はい、こんな感じです。同じように残りの3本もトリミングしながら差し込んでいきました。はい、こんな感じです。いいんじゃないでしょうか。プラグコードが横に並んでいるので取り付けがすごい簡単でしたね。ではしばらくエンジンの全体像を眺めてみましょう。はい、これは上から見たものですね。ちょっと回してみます。スーパーファインシルバーが程よく質感を出しているような気がします。はい、次横回転してみますね。横回転、縦回転なのかな。こうしてみるとオイルパンも違和感なく馴染んでますよね。いい感じだと思います。はい、ということで次の動画ではエンジンをシャシーにマウントしていくことになります。このマニホールドの下の部分がシャシーとの接合部分になるみたいなんですね。ここですね。エンジンをシャシーに固定する箇所がすごい脆いように感じますので、そのあたりちょっと注意しながら作業を進めていきたいと思っています。あとシャシーのピン跡修正も行うのでヘビーな作業になりそうですね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。ご清聴ありがとうございました。